よーよよよよよ。さあいよいよ始まりました。エギゾー劇場開幕なり。まあね、今回日本古来のねこのエギというね漁具を使ってわびさびそのあたりのねエギングをぜひ楽しみたいなと思います。まあエギゾー劇場って何よっていう話ですけれどもね、まあもう本当にねエギゾーといえば何かちょっとピンときませんか？例のあれね、いよーとかってねいうやつ、ああいうやつをね、楽しみながら、なぜそうやってねエギゾーという名前のエギが生まれたのか、そのあたりはねもちろんトランキーロで皆さん楽しんでください。ではエギゾー劇場開幕。よっめちゃくらや。こういうかよこれ。ある意味事件です。ぐるんぐるん。あ、タコや。いかにもタコにも。よっしゃー。あおりあおり。よー。振り出しロット。これね、もう準備してます。で、振り出しロット使ってない人ね、これいきなり伸ばしてしまうんじゃなくて、ライン通した状態で伸ばしていく、その方が楽です。で、トップガイドの向きに合わせてガイドを一つずつ伸ばしていきます。これ伸ばしてからライン通すとねちょっとめんどくさいんで、ラインを通した状態でまっすぐになるように伸ばしていきます。一個一個しっかりと固定させながら伸ばしていく。はい、完成。振り出しロットはもう便利です。あ、来た。離した。持ったな一瞬。このホールで食うんちゃうかな。まだついてる可能性あるからね、最後まできっちり丁寧にやらんと。来た。よっしゃー。来たぜ。あおりがやっと来た。スーパーでかいサイズではないですけども、そこそこアベレージサイズってやつですかね。エギゾーがいい仕事してくれた。ちょっとでもあんま引かへん。ちょっと食らってるんやね。最後はネットイン。よし。で必ずこれね縮めて、こうやって縮めないとこの辺でね破損するケースがあるので、アベレージ嬉しいいっぱい。あおりエギゾーの3号ですね。シャロー
浅いとこやったんでね、3号で十分そこ取れるんで、3号、3.5 そのあたりを駆使して春以下攻略してください。秋はね 2.5 っていうのもありだと思いますけれどもね。でロットが振り出しテレスコですね。86の M ソルパラの振り出しでももう十分いい仕事してくれますんで、エギゾー劇場いざ開幕。今回の使用エギなんですけれども、新製品のエギゾーという名前のエギになります。でサイズはね、これが 3.5 号で3号 2.5 号、このね3タイプになります。で今のところね、テスト中なんですけれども、カラーも7から10色ぐらいそのあたりになると思います。で非常にね、ノーズのキレのある形してますので、水切れがすごくいいっていうのが一つの特徴で、シンカーの形にもすごくこだわってて、フォールの姿勢がすごく安定します。でふらつかない、こうね、やっぱりふらつくとイカって警戒してしまうんで、この割とフラットになっている面が安定して水を受けるので、沈下姿勢ももちろんいいです。沈下姿勢にもすごくこだわって、動きにもこだわって、でもう誰が使っても使いやすい、そんなエギをね、目指して開発してますので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。でカラーもね、なかなかバリエーションに富んでて、視認性に優れたカラーからちょっと地味系な色まであるんですけれども、エギゾーにしかないカラーっていうのもあります。それが歌舞伎カラーっていうんですけれども、これね、歌舞伎カラーを2つこう合わせてもらうと何かが見えてきますので、そのあたりはね、あなたの目で何が出てくるのかは確かめてみてください。フックね、これフッ素加工してあります。でこれはね、こっちの方サンプルなんですけれども、こっちのねサンプルのやつと違って、こっち本番のやつはねすごく刺さりがいいので、そのフックにもすごくこだわっているので、フッキング率すごく上がると思いますので、ぜひねそのフッキングの良さ、これも体感してください。試合やったら連発、その春ってやっぱりディープとシャローの見極めが難しいところやね。ディープじゃないともう全然釣れへん時もあるし、シャローの方が高活性っていうこともあるし、その釣るテクニックっていうよりかは、そのエリア、それを見極めるのがやっぱりちょっと一癖あるのがやっぱり春エギング。やっぱりそのいっぱいの満足感、それが高いのが春の煽り。もはや言いたいだけやけどねよー、春エギングで見極めが必要なのが、やっぱりディープを狙うかシャローを狙うか。産卵絡みだったらやっぱりシャロー、やっぱり冬の延長戦だったらまだまだディープなんで、イカがどういう状態にあるのか、それを見極めないとその狙いどころが絞れない。冬はねやっぱり深いところに落ちてしまうんで、基本的にはやっぱりディープ狙いが基本になるやろうけど、産卵のためにシャローに入ってきているっていうタイミングがあるんで、どのタイミングかね、今回の場合はディープ狙い、深いところの、しかもボトム付近、これがね夜やったらもっと中層とかそういったところにも浮いてくるやろうけれども、やっぱり日中はディープのボトム、これがやっぱり春エギングの基本の攻め方。
エギゾウすごくこだわってる部分がやっぱりフォールの姿勢とボトムに着底した時のボトムの姿勢。ディープの釣りの場合必ずボトムタッチさせていく。でもう本当にでかいやつ狙うんだったらボトムステイっていうのも一つの有効なアクションなんで、ボトムステイさせた時のその姿勢、エギゾウはそこにもこだわってます。ボトムに着底したエギにしか反応しない。で着底したエギの近くをあおりがそろりそろりと近づいてきてパッと持っていくっていうケースが多い。だからフォールの姿勢と同じぐらい着底した時のボトムステイの姿勢、これにもかなりこだわってます。あおりがそろりそろりとエギゾウに近づいてくるイメージです。あ、追っかけてきた。コウイカやこれ。コウイカこんなとこまで来んねんや。なんで？あ、ロックオンした。そこ掘るわ。乗った。よっしゃ。サイト。ローリングすごい。ぐるんぐるん。うわ、炭爆弾。サイトで水面までコウイカ上がってきたな。これはある意味事件です。奥さん、ある意味事件です。煽りも釣れるけど炭爆弾コウイカ、これ見て、この炭グフグフ言うてる。今のもボトムステイでしたね。ボトムステイさせてるやつがエギがゆらり揺れてるところをそーっと持っていったな。なんか事件が起きそうやな。事件の気配しかせえへんけどな。いいよエギゾウ劇場、ますます絶好調。よー、どうしよう。うわお、元気なうちに帰っていただきましょう。うわまだ。よし、元気に帰っていった。かなりコウイカが睨みを効かせてましたね。最後ボトムステイ、あれがね、今ここの見えてる範囲で行われてましたけれども、沖のボトムでもああやってね、ボトムステイさせてるやつを上からギュッと抑え込む、それもね一つのテクニックですので、ハルエギングはやっぱりボトム、これをねしっかりと取ってね、煽りもコウイカも釣っちゃってください。よー、ずーっとね沖から追尾してきて、最後足元で食うやつもいますね。で上げるときいっぺんにスッと上げてしまうんじゃなくて、見える範囲内で一回エギを止めてみる。でこの
止めた時に沖からスーッと来て持っていくやつもいてます。だから最後にピックアップすぐするんじゃなくて、しばらくエギを観察して周りにイカがついてないかで、いてないのを確認してからピックアップするようにしましょう。飛距離があるときはやっぱり小さくさくっても全然エギに力が伝わらないんで、やっぱり大きくしゃくってなるべくエギに力を伝えるようにして、で距離が短くなるともう小さいしゃくりでもクイックに動くから小さいしゃくりでもいい。あとはまあ大きくポーンポーンって跳ね上げるような感じのダートをさせるときはやっぱり大きめにスラッグ取ってしゃくってやった方がいいし、まああんまりスラッグ出さずにちょん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 ってダートさせるような感じの時は小さめのしゃくり。やっぱりどういうエギのアクションをさせたいかによってそのしゃくりの幅っていうのは変わってきますね。まあエギゾウはどっちのアクションにも対応するんで、まあ跳ね上げ系の大きなしゃくりからキビキビ系のダートまで両方のアクションで誘ってみてください。よっしゃー、来たー。あおりサイズアップ。あおりあおりん、あら結構引いてたのに、コウイカ祭りやな。しかもこれもまたでかい。グイングイいってたからてっきりあおりあおりかと思いましたが、祭りです。はい、今回のエギングタックルなんですけれども、ソルパラの振り出しモデルを使っています。SPXT86 の M ですね。でまあエギング専用っていうね、感じじゃなくてエギも使えます。で、メタルジグなんかももちろん使えますし、バイブレーションとかプラグなんかも使えます。本当に万能的に使える竿ですけれども、86っていう長さと、M っていう硬さ、これエギでいうと 2.5 号から 3.5 号、ルアーでいうと7から35グラム、そのあたりに適用するので、エギングにもぴったりという一本ですね。で振り出しですね。これずっと縮まっていきますね。振り出しモデルはセミハードケースもつきますんで、携帯性に優れたテレスコピック振り出しの竿ですね。86の M、 これがエギングにはぴったりのモデルです。で、リールがカルディアの、LT3000CXH ですね。エギングやるにはちょうど3000番2500番ぐらいがいいと思います。でラインが弾丸ブレードの、エギングの 0.5 でショックリーダー弾丸フロールの 1.755 というような組み合わせになっています。今回のエギングタックルはこんな感じです。今のはぐーっと上から押さえ込むような当たりやったんで、てっきり大きな煽りやと思ったけどな。ああいうね押さえ込むあたりとパーンって弾くようなあたり、それとももう活性高いやつはグングングンって持っていくけど、だいたいその3つが多いですね。押さえ込むあたりのやつはやっぱり大型煽り、パンって弾くやつはその触腕でトーンって触ってるやつやね。であとはもうエギを抱いてグッグッグッと引っ張っていく。感度のいいラインと感度のいいロッドだったら当たりもねしっかり取れると思うんで、
意外とイカの大きさと当たりの大きさは比例しない、むしろ反比例。大きなイカほどね警戒心高いんで、そんなに大きな当たり出ないんで、むしろ小さな煽りの方が明確な当たりが出ることが多いですね。よー、イカが見えたんでサイトで狙います。これ 2.5、 秋のサイトフィッシングにはぴったりのサイズですね。来た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 、見てる。これね複数入ってたら食わせやすいねんけどな、いっぱいやからなかなか難しい。あー、持っていったのにな、一瞬な持っていったのにな。ホールでねだいたい当たるんですけれども、でずーっとそのボトムまで沈めていくその最中で、ボトムの着底はどうやって把握するのかっていうと、大体はこのラインですね。ラインがスーッと引き込まれてる間はエギがフォールしてるっていう時間で、着底したらこのラインがフケが出る、フケるんですね。だからそのフケるのをしっかりと見逃さない。で視認性のいいライン使うっていうのもやっぱり重要です。しっかりとそのラインを見て睨みを利かせる、これがボトムをしっかりと取る重要なポイントです。もちろんね風がなくって非常に釣りのしやすい状況だと、こうラインのテンションを張ってたらラインテンションがふっと抜けるのと同時にティップにもねそれが感度のいい竿だったら伝わってくるんで、ラインおよびそのラインテンションっていうのがボトムをしっかりと把握する上で重要なポイントなので、そこはきっちり押さえておきましょう。来た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 。さあつかめつかめ、2杯おるね。水中ではねイカはこうやってエギをじわじわと追い詰めますね。今これ見えてる範囲で行われていることが水中でも行われてるっていう風に想像力をかきたてながら見えないところもやってもらうといいと思いますね。やっぱりこのフォールの時ですね、イカが追いかけていくのは。でこのジャーク、ちょんちょんちょんっていうジャークで気を引いてフォールでずっとイカはエギを追尾していく。好奇心旺盛なのが2杯いますね。うわマジか、よかった帰ってきた。あ、タコや。イカ狙ってたタコ来ましたわ。今これねボトムステイさせてたんです。あー抜けた。タコ来ましたイカ狙ってたらまさにイカにもタコにも。あらどっか行っちゃったわタコにびっくりしてイカどっか行ってもうたわ。
いた。乗るやん。乗った。よっしゃ。スーッと出てきましたね。で最後よいしょ。ボトムをねネチネチ狙うっていうのもありですけれども、最後の最後ピックアップ寸前、やっぱりねピックアップ寸前がねやっぱり大事ですね。でスッと出てきました。でこれずーっと追尾してで最後に抱いたっていうような感じなので、最後までしっかりと動かす。で一気にねピックアップしない、これがね大事です。もちろん秋もそうなんですけど、春もね、もう本当にピックアップ寸前で来ること多いんで、最後までしっかりしゃくってくださいよー。さあ今回もいろいろありましたね。なかなか波乱に満ちた、ザ・グレート広瀬マンのエギゾー劇場春の陣。今回の肝としては2つかな。1つはね、ボトムをきっちり取ること、これね春以下の鉄則です。ボトムきっちり取るっていうのと同時にボトムステイ、これも一つのアクションだと思ってください。でこのエギゾーホールの姿勢だけじゃなく、ボトムに着底した時の姿勢まで考え込まれてます。ボトムでのでかいか狙い、これをねぜひエギゾーでやってもらいたいなと思います。そしてもう一つ、これはもう足元まできっちり、これもね基本中の基本です。最後バーッとねピックアップしてしまわずに、きっちり足元まで丁寧に狙ってピックアップ寸前にもう一回エギをしっかりと止めて追尾してきてないか確認すると。これもね、そのステイさせた時の姿勢っていうのも考え込まれてますんで、ぜひねエギゾーであなたもエギング界の歌舞伎者になってください。これからねエギゾーでますますエギングが楽しくなっていくと思いますので、このエギゾー劇場もね次回もお楽しみということで、春の陣はここらで終了。いやー、あおり